おはようございます。センドラです。昨日は皆様の応援のおかげで無事結願を果たすことができたので、今日からは2つ目の目標になっている四国一周を達成するために霊山寺に向かって歩き出します。結願後の晴れやかな気分にふさわしいいい天気だなと思って歩いてたら、すぐに雨が降ってきちゃいました。もうついてないですね。今日ランニングシューズ履いてるのもあって、辺の道は行くのをやめて国道をひたすら歩くことにします。雨が降ってるのにとっても綺麗な朝日です。払井川トンネルです。歩道は狭いですがきちんと整備されてるトンネルだなと思って歩いてたら、中に電灯がなくて真っ暗なんですよ。これ結構怖かったですね。右側に休憩所らしきものが出てきました。妙に小さいですね。右が大久保寺、左がもりもり5名。何のことでしょうこれ。調べたんですけどね、見つからなくて今でも謎です。この注意喚起ステッカー初めて見たんですけど、伝えたいことがよくわかるいい絵ですよね。お遍路さんこちらへお願いしますって書いてあります。多分これ左側を歩くお遍路さんが多くて、以前トラブルかなんかあったんでしょうね。朝もやが幻想的でとても綺麗なんですけど、今日むちゃくちゃ寒くて、日が当たってるとこはまだあったかいんですけど、日陰になるともう氷点下レベルに寒いです。牛がたくさんいました。なぜか体がびしょびしょなんですよね。まさか朝水浴びしたっていうこともないんでしょうけど、朝露か何かで濡れたんですかね。気になります。営業中の旗が見えてきました。お茶かコーヒーか飲めるんだったら寄ってこうかなと思ったら、野菜の直売所でしたね。残念です。国道377号をそれて側道に入ります。遍路道の縦札がありますが、これどこに行く遍路道なのかがいまいちわからなくてちょっと不安です。ついに徳島県に戻ってきました。いやー長かったですね。本当にぐるっと回ってきたんだって実感します。桐畑寺まで残り12キロです。ここで県道2号に合流します。そういえば言い忘れちゃってたんですが、88番から1番の霊山寺に行く道は何パターンかあるんですが、今回私たちは桐畑寺を経由して1番の霊山寺に向かうルートで歩いてます。途中にあった休憩所というかトイレです。山間部はもうトイレが少ないので本当に助かります。八幡の看板が出てきました。お遍路始めて最初の2日ぐらいはね、もう嫌ってほど八幡の看板見てたんですが、改めて見るとなぜかホッとしますよね。ただ看板のイラストが前見てたのと違うような気がするんですが、遍路道はここを左に曲がるんですが、同じ方向に犬の墓大師堂っていうのがあるようです。ちょっと寄ってみましょう。昔お大師様が愛犬を連れてこの辺りを旅してる時に、突然イノシシが襲いかかってきて、愛犬がお大師様を守ろうとして戦ったら崖から落ちて死んじゃったっていうお話みたいですね。お大師様が犬連れで旅してる時期があったっていうのは初めて知りました。しかもワンちゃんが首輪とリードもつけてます。この時代からもうこういう状態だったんですね。かと思ったら現代のワンちゃんがなんとノーリードです。これはこれでほっこりしますけど、くれぐれも車には気をつけてもらいたいです。桐畑寺まで残り 5.2 キロです。だいぶ近づいてきました。徳島自動車道を越えたところにファミマがあるらしいので、今日はそこで昼を食べようと思います。たくさんの柿をお接待いただきました。とっても甘くてね、美味しかったです。ありがとうございました。遠くに見える山々のその奥に正山寺山が見えます。あの山を向こうに越えてった人がこっちから帰ってくるっていうのもなんか不思議な感じです。交差点の向こう側に八幡の看板がありました。そうそう、うどんを売ってるお兄さんのイラストのやつですよね。懐かしいです。桐畑寺まで残り1キロです。この辺りまでは初めて歩いた道だったんですが、ここからは以前歩いた道を戻るような感じで歩いていきます。この場所が桐畑寺の入り口になるとこですね。これを向こうに入っていきました。
当時桐畑寺を参拝した後、こっちに抜けて藤井寺に向かいましたね。昨日のことのように鮮明に思い出せます。この辺りは歩き遍路もまだ2日目だったので、全然ルールも分かってないし、そもそも遍路道がどこなのかもよく分かってなくて、 Google マップ見たりとか結構デタラメに歩いてたんですよね。なので今回は当時歩き損ねた遍路道がある場所はそこを積極的に歩いてみようと思います。ただこれ逆打ちみたいな感じで歩くと結構標識見つからなくて大変なんですよね。満開の時期は過ぎちゃってますが、それでもコスモスがたくさん咲いてます。もう12月も上旬だっていうのに、これすごいですね。綺麗です。法輪寺まで残り 0.9 キロです。法輪寺は道沿いにあるので、休憩しがてら参拝していこうと思います。そうそう、参拝した後ここを右に曲がった覚えがあります。あの時はまだルンルンでやってましたね。9番札所法輪寺です。見るものすべてが懐かしいです。ここで見客祈願のわらじのキーホルダーを買ったんですよね。当時はまだずっとトレッキングシューズで歩いてたんで、もうとにかく足痛くてね、本当に大変だった記憶があります。2020年の10月に通った時は営業してなかったんですが、今は空いてるみたいです。早く賑やかな日が戻ってくるといいですよね。休憩所が見えてきました。こんな休憩所前ありましたかね。遍路小屋第57号どなりっていうみたいです。令和2年3月竣工ってことは、その後にこの辺通ったんだけどな。気づきませんでしたっていうか、多分この辺歩かなかったんでしょうね。8番熊谷寺は飛ばして7番の十楽寺に向かってます。ここの橋も渡った記憶がないんですよね。十楽寺が300メートル、安楽寺が 1.5 キロ、熊谷寺 3.5 キロ。なんか距離が1桁間違ってるような短さですね。まなちゃんとアップくんです。懐かしいですね。7番札所十楽寺です。山門をくぐると上に上がる階段があるんですが、左から上がると縁結び、右から上がると縁切りになるんだそうです。本来であれば右から登ってコロナ退散をお願いしないといけなかったんですが、何の躊躇もなく左の縁結びの方から登ってしまいました。一応結婚もできてるので今更縁結びっていうのもあれなんですけどね。ただ前回十楽寺に来た時にはこういうものがあるの全然気づきませんでした。当時は参拝の仕方もよく分からず始めてるので完全にテンパってて、今更ながらに動画を見返しても恥ずかしいぐらいのクオリティとナレーションで、もう穴があったらね入りたい心境です。本堂と大師堂を参拝して2個目の納経印をいただきます。6番の安楽寺は1キロなのですぐそこです。ここのたこ焼き屋さんすごく記憶に残ってます。朝一だったんでお店はやってなかったんですけど、名前がピロピロっていうんですよね。12個で400円っていうのも当時衝撃でした。そこを右に曲がれば安楽寺に到着です。当時は20キロも歩いたら足が痛くてヒーヒー言ってましたが、今はもう30キロぐらい歩けるようになりました。自分の成長が実感できるっていいですよね。安楽寺の横にコーヒーショップ、お土産屋さんみたいのができてます。こんなの前なかったよな。新しくできたんでしょうね。6番札所安楽寺です。当時は気づけなかった山門の上にある津宿を見てみます。上は思ったよりも広いですね。ただ金がなくなってます。今はコロナの影響もあってあまりここで泊まるのはおすすめしてないようですね。今日は安楽寺の宿坊に宿泊するんですが、ここはお遍路1日目に泊まったすごく思い出深い宿なんですよね。
もし無事に結願することができたら必ずここに戻ってこようと思ってたんですが、戻ってくることができましたね。私は今まで宿坊に泊まったことがなくて、当時ここに泊まったのが初めての体験だったんですが、思ったよりも豪華だったのをね、すごく驚いた記憶があります。しかもカードも使えるし、当時始まったばかりの GoTo トラベルキャンペーンも対応してて、本当にね、驚きの連続でした。今日は207号室の和室です。なんと部屋の外に洗面所があります。面白い作りですね。今回も洋室に泊まりたかったんですが、なぜか空いてなくて、和室にしたんですが、広くて綺麗で、この和室もなかなかいいですね。それではお待ちかねの温泉です。今日はお客様が少ないようなので、中で誰にもお会いすることがなかったので、ちょっと撮らせていただきました。お大師様が見つけたとされてる安楽寺温泉弘法の湯なんですけど、これ湯船がとても深くて、私身長170センチなんですが、お湯に浸かると顎のあたりに水面が来るんですよね。これちっちゃい人だったらちょっと厳しいかもしれませんね。夕食です。食前の言葉をしっかり胸に刻んでありがたくいただきます。献立は前回泊まった時とほぼ一緒です。懐かしいですね。おはようございます。朝食は一番海苔だったみたいなので、ちょっと食堂も撮影させてもらいました。前回泊まった時よりもお客さんは少なかったんですが、それでも10人ぐらいいらっしゃいました。朝食の献立も前回とほぼ一緒です。美味しくいただきました。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回は懐かしい道を、逆に歩きながら霊山寺に向かいます。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。